早くもそれっぽくなって、これでボタンしっかり通りました。ベルトサンダー、よっしゃーい。持ち手に電池を入れるタイプじゃない。ここに突っ込めればザン、こっからブレードやっちまったかもしれない。特撮改造エキシビジョン。さあこんにちは、パウチでございます。今日も改造していきますよ。今回のターゲットはガブホイッピアーケーキングごちそうセットっていうことでね、ケーキングってケーキの INGK だと思ってたらケーキのキングなんだね。王様やったよね。いやびっくりですね。ケーキングなんやって思って。ちなみにこれは黒足のカッツンからのご提供です。ありがとうございます。まあイメージぴったりの造形、しかもデラックスにしては結構でかいですね。持ち手でこんだけありますから。こっちのブレード部分はそのうち別で発売されるらしいんだけど、プレ版限定なのかな、どうなんやろ。クリスマスに突然発表されてブレード発売みたいなね、長いバンダイさんの歴史の中で初めてブレードだけ発売しますみたいなことが起こるのかななんてね、ワクワクしてますけどね。いやこれすごいよね。すっごいでかいな、いいなと思って。ただトリガーがね、なんでここ持ち手なのにトリガーここにあんのかなって、その疑問はちょっと残るんだけど、まあそれも含めて今回やっていきます。ブレード発売なんて待ってられないっていうことでね、僕が独自のブレードを作ろうと思っておりますよ。はい、こんなチャンネルです。チャンネル登録まだの方ぜひ今すぐポチッとお願いします。ワンネスクリスマス近いですからね、ケーキの改造ワクワクします。ちなみにちびっこワンネスのみんな、サンタクロースはいるぜ。最後まで見てね。さて、じゃあまずね、ここのトリガーをこっち側に移植できないかなと思うので、分解してみましょう。ショートケーキがドカンと乗った剣なんてよう考えたよね。よっしゃーいったー。ほら、やっぱりね、構造的にはそんなに複雑ではないんだろうなと思ってた。でもなんかこの辺すごいけどね、触るの怖いけどね。で、このトリガーをこっち側にできそうですね。持ってこれそうな気はする。はい、取れた。じゃあ、この基板を取り伸ばしてみましょう。改造スタート。どのぐらい必要かな。これ線がどっちがどっちかわからなくならないように、こっちこう黒く、端っこ黒くしといて、こっちの線も黒く塗っとくんですね。わーっと。はいはい、こんだけ塗っとけば大丈夫でしょう。はい、外しましょう。よし、取れた。これをこの辺からズズズイとこう引っ張ってきて、長すぎる分にはこの辺に収納しとけるから、ちょっと長めに取っとこうか。必要な分をニッパーで切り取る。よし。で、今切った導線からカバーを外します。これ本当はハサミやニッパーなどの切れるものを使って導線を切って剥がすんだけど、僕はもうめんどくさいので炙ってちぎるというやり方でやってます。ちょっと拡大しすぎて画像荒いので綺麗な画質で見ていただきます。全体を炙れたらブチッと取ると。ちなみにこの荒技は破壊系 YouTuber のナミちゃんに教えてもらいました。こういうね、頭のおかしいやり方はあんまり真似するなよ。この導線の先にハンダをつけます。僕のやり方ちょっとおかしいと思うんだけど、まず導線を机に置いてハンダを溶かして、その溶けたハンダを導線にくっつけるというやり方です。これ絶対違うと思うな。ちなみにワンネスたちお気づきですか？なんと私パウチ今この瞬間ハンダごての正しい使い方をしております。やったー。さあ基板に導線をつなぎましょう。左右間違えると音鳴らないから気をつけようね。これでつながってるかチェックしましょう。さあボタンを押して音は鳴るのか。やった成功。よし。でこれがこの辺までズズズイとほら伸びる。あ、ほんでここね、これ大事。ここの金属部分同士が触れ合うと音が鳴らなくなっちゃうんですね。だからこういうのでね、巻いとかなあかんねん。最初はこれもわからなくてさ、もう何年も前やけど、なんか途中で音鳴らなくなって、あれっつってもう一回分解していろいろ調べてね、で、ここが触れてる時にならないっていうことを突き止めた時があったんですよ。そっからはこうやって巻くようにしてますね。ビニールテープ巻くっていう人多分多いと思う。あとは絶縁テープとかでも、まあマスキングテープで全然いけます。これは人によるけどね、より完璧にしときたいっていう人は絶縁テープが一番いいと思う。でこれをズズズイとね、こっち持ってきて、もうこれでもボタンだけ、トリガーはね最悪なくていいです。もう別にここ押せば音鳴ってくれるから。どうしようかね。こうやって持つでしょ。でやっぱここやな、ここにスッと顔出させようか。ここ基板1枚分こうやって露出させるんですよ。こんな隙間で通るかな。あ、出たね。いけるな。じゃあここをもうちょいこう切ってボタン分だけ広げればいいかな。これでボタンしっかり通りましたね。でもうここの出てる基板はカット。これ基板カットするって怖いけどね、ちょっと一回外して慎重にいこう。パキッとね、すぐこう取れた。すぐこう取れた。
これをこっからこっちに線があるからさ、もうこの向きしか無理なのよ。これはあくまでこのアイデアでいくならですよ。他にちゃんと自分は 3D プリンターでトリガーのシステム組むんだっていう人はこんなことする必要ない。こんなアナログなことはする必要ないんですよ。よし、試してみよう。ちょっとこうボタン電池押さえといて、こう持つでしょ。こう持ってここに仕込んだボタンを押すことで斬撃音は鳴るのか。こう持ってよっしゃ、完全勝利。アナログなめんな誰に喧嘩売ってんの。瞬間接着剤いっときましょう。これ絶対にボタンにつかないように気をつけようね。ボタンについたらもう動かなくなりますよ。よーし。ちなみにこれ100均のやつです。で、ちょっとここのビス外して、ここにかませたいな。いい感じいい感じ。これでコードがまとまります。あとこっちも通せるかな。ここにコードをこの蓋の中にまとめてしまいたいんよね。いけたね。よし、通った。ラケシスちゃんご地蔵デザイン紹介コーナー。この金色のタッセルっていうらしいよ。ありがとう。で、こうやって戻して、こう戻しますわな。で、その時に、ちょっとプラスしてね、やりたいことがあって、頭身をね、バーンと延長するでしょ。その時にやっぱ芯が必要なわけですよ。前回のこのグロッタさんの大釜に使った塩ビパイプよりも、もう一回り細いやつ、1.5 センチぐらいかな多分。ここにね、こう、ズボッと突っ込みたいんですよ。で、そのためには、この持ち手の強度を保ちつつ、中をスカスカにしたいんですね。そんな都合のいいことができるのかどうかっていう。これまあちょっとやってみないとわからないんだけど、バキーンって折れる恐れもあるよなーと思って、ちょっと怖いところではありますが、まあやってみましょう。外れた。で、この辺をスッキリさせます。塩ビパイプをスルッと入れるには引っかかりがないようにしとかんとあかんからね。ガンガン切っていって、はい、こんな感じ。だいぶスッキリしましたね。でももっとつるんとさせたいので、こっからはハンダゴティングで鳴らしていきます。これで綺麗にツルツルにしましょう。この辺もこうやってもうグーっとね。ここで天カメにアップを映そうとして初めてモニターを見て気づきました。今更やけど上のカメラこれちゃんと映ってんのかな。今すごい朝やね。具体的に言うと9時半やね。だから光の差し方がすごいファンタジーやから、これ影すげえ多いな。大丈夫、明かり調整でなんとかするわ。ちなみに明かり調整しないとこんな感じです。いやー、ワンネスたちごめんね、見づらいよね。でももうこれでやるしかないんだはい、こんな感じ、つるんとなってますちょっとこのこれに気づくの遅かった説ある？どうやろう。編集怖いね。で、ここにズボッとこう刺したいんですよ。いける。結構ガチッといってるわ。ちょっとこっちも同じように加工します。これね、ライダー武器に珍しく、持ち手に電池を入れるタイプじゃないんですよね。だいたい持ち手に蓋がついてて、長い蓋がついてて、開けると単4電池2本入れる仕様になってるから、もう持ち手はいじりようがないっていうことがほとんどだと思うんだけど、これ持ち手に何も入ってないんですよね。だからこそできる技なんだけど、もう一個も同じ加工しました。でね、この口径をしっかり挟んでくっつくのかというね。ちょっときつい感はあるが、いけるな。多分いける。もうあれやったらちょっとここ溶かすし。白パーツの持ち手は外しました。で、この棒をここに突っ込めれば、いけたね。いけた。ラケシスちゃんご地蔵デザイン紹介コーナー。バルバラドご地蔵のデザインがむちゃくちゃ役立ってますね。各バージョン面白いんじゃないでしょうか。ありがとう。さあ次はブレードの長さを長さをやって長さを決めましょう。なんとなくのイメージなんだけど、これもうだいぶ前に作ったやつですけどね、この刃より短いのがいいんですよ。この刃より長くしちゃうとさすがに怖いなっていうので、だからこんな印象見えるか、こんな印象かな。この辺からブレードが、そうやな。だからちょっとこっからブレードみたいな感じで、これで何センチで50センチですね。よし、じゃあ50センチにするか。いやー、ちょっと短い気がするな。でも一番先端まで芯が入ってる必要ないから40センチぐらいでいいかな。わかった。棒の長さ40センチにしよう。刃の長さはもう勝手に調整すればいいからね。棒40センチ取ります。この B のとこまでですね。ここ
すごいでしょ。今からまっすぐに切ろうっていうように B に丸するっていうね。じゃあ線かけやって。今自分でやって引いたもん。ちょっとびっくりしたもん。俺丸つけてるって思いながら丸つけて。よし、行きましょう。丸のこチャンス。はい、40センチちょっと短いぐらい。まあ、全然いいです、これはね。で、これをズボッと突っ込みます。両方ちょっとずつね。ちょっとずつ締めて、ちょっとずつ締めて。ほー。やった、芯が入りました。よし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 。いいぞ、いい調子。今度こっち持っても良くなってきたね。こっち伸ばしてね。でどんどん伸びてって、最終的に100メーターぐらいになるの。いや、どっちも使えんの。いいな、いいアイテムやな。はい、芯が入ったところで、ちょっと時間が来てしまいました。九州からの客人に会いに行ってきます。九州の親子特撮コスプレチームで今一番すごいのはこの2人なんじゃないかな。マックス&ショーン・レビューさんっていう YouTuber さんいらっしゃるんです。お父さんがマックスさん、息子ちゃんがショーンくん。マックスさんが作るガワコスがとにかくクオリティが高くて、それを着て動く息子ショーンくんの動きがキレキレなのよ。これ見て、こんなちっちゃい子がこんなキレキレに動くねんで、すごくない？もうね、気持ち入ってんねんな。多分な、カーンと入ってんのよ。で、親子でやってはるから協力体制バッチリやし。っていうね、マックス&ショーン・レビューさんっていう YouTuber さんなんだけど、これ1年前ぐらいに僕がたまたま見つけたんですよ。コスプレのクオリティ高いし、この動いてる子もすごいし、なんじゃこれはと思って、で、チャンネル登録して、そっからちょこちょこ交流が始まって、そしてショーンくんが僕の大ファンっていうことで、今回スーパーライブを見るために飛行機で東京に来た。で、その時にパウチさんお会いできませんかって連絡くださって、ショーンくんに内緒で、僕はお父さんのマックスさんとだけやり取りをして、サプライズを仕掛けたんですね。その様子が最初に見ていただいたあれなんですよ。パウチさんがショーンくんに会いに来てくれたよ。パウチさん、こんにちは。大成功、こんにちは。はじめまして。さ、もう親子で泣いちゃっていや、可愛い親子やったな、本当に。ちなみにお父さん僕と同い年っていうことでね、見てた特撮、見てたアニメ全部一緒なんですよ。これパウチ店に来てくれた人もそうだし、デザフェスなんかに来てくれた人もそうなんだけど、やっぱりね、僕のこと好きって言ってくれて来てくれる方って、僕を見つけるとなんか目がキラッとしてくれるんですよね。もうこれが嬉しくて、やっぱね、元気もらえる。自分のこと好きって言ってくれる人に会うとすごいいつも元気もらえるんですよ。で、今回のマックス&ショーン・レビューさんもやっぱりね、そういう気持ちが伝わってきて、すごい元気出たね。みんなに感謝だ。本当にワンネスたちみんなに感謝やわ。実際いろんな会場でお会いするとね、あ、僕のこと好きでいてくれてるんだなっていう顔をしてくれるもんね。ちょっともう一回マックスさんが作ったガワコスのクオリティ見てもらおう。これ実際にね、ガブのスーツ見せてもらったんですよ。もうめっちゃ綺麗で、なんか俺もよくわからんけど、真空状態にしてパコーンってやんねんって。わからへんけど、なんかそんなんがあんねんって。すごいわ。それでやったはるわ。それでやったはるわ。このショーンくんっていうのは動きはキレキレですごいんだけど、表情が豊かなよね。もうコロコロ表情が変わんのよ。これすごいねんな。多分感受性すごい豊かで、表情筋が発達してんのよ、きっとね。キラキラしてて可愛いね。今チャンネル登録者数5000人ぐらいなんだけど、まあ数字のこと言うのやらしいけど、もっといないとおかしい魅力があんねん。だからね、多分見つかってないだけやな、これ。見つかったらバーンっていくで。で、今皆さん見つけちゃいましたね。だからチャンネル登録ぜひお願いしますよ。ほんと素敵な親子なの。ということでね、無理やり自分の宣伝にこっから繋げていきますけど、来年3月7、8、パウチ回個展やりますんで、初めての個展ですからね、ぜひ皆さん見に来てくださいねっていうね、マックス&ショーン・レビューさん、出しに使ってすいません。いや、本当にお会いできて嬉しかったから、ちょっとここでね、2人の魅力をしっかり皆さんに伝えたいなと思ってやらせていただきました。皆さんもご清聴ありがとうございますね、ほんとね。はい、じゃあ本編戻りまーす。さあ、続いてはブレード部分作っていきましょう。またこれを使います。建築資材 SR ペルカというやつです。で、これせっかくケーキモチーフなので、ここの刃の形状いろいろ考えたんですが、ケーキナイフでいこうと思います。というのは細いやつだと迫力がないし、でっかすぎるとケーキとイメージ合わないし、どうしようかなと思ってて、あ、ケーキに使うナイフそのまんまケーキナイフでいいやんっていうね、そういう流れでございます。まあ、ケーキナイフっていうのはこういう感じ。あとパターンによってはこうやって刃がギザギザしたこういう
パターンもありますし、まあいろいろあります。で、こんな形のやつを思い浮かべた人いると思うんだけど、あれは切るためじゃなくてケーキを乗せてお皿に運ぶという、そういうアイテムですので、また用途が違うんですね。ということでケーキナイフなんですけど、デザインいろいろ調べまして、僕の感性に引っかかるデザイン見つかりました。こんな感じ。これをでっかくした感じにしていこうと思います。で、ボードにもあらかじめ先書きました。さーっとなんとなくね。どうせこう書いても見えへんしね。もういいやと思って。はい。はい、こんな感じでございます。じゃあこれを切っていきましょう。シャキンいきます。分厚いし硬いしで、これ強敵なんですよ。本当に気合い入れて下まで貫通させるつもりでいかないと負けちゃうね。よっしゃー、切れたー。ザン。こんな感じです。で、ここ、さっきも言いましたけど、パターンによってギザギザしてるって言いましたけど、その要素もくっつけたいんですよ。で、使うのが、バン。これ何かわかりますか？ゾンビブレーカーの刃です。うちに型があるんで、まあまあ作って置いてあるんですけど、ちょっとこれだけでは足りないのでね、後で複製ガンガンしますけど、まあこれをこんな感じで置くと。で、この刃の幅に合わせて、ここをシュッとさせたいんですよ。シュッと。ほい、線を2本引くだけです。簡単です。ブレードの線も引いちゃいましょう。2本の線に合わせて切っていく。そうすると自然に斜めの刃が出来上がると。反対側も同じように切っていくよ。さあどうだ？ビタッと。あ、まあ、いい感じですね。これでいいと思う。じゃあ、ここの幅は決まったので、前回のグロタ姉さんの大釜の時に手に入れた、ベルトサンダー！はい。来ました。ベルトサンダーをやっとお見せできる時が来ました。一箇所に留めとくとそこだけ削れちゃうので、常に動かしながら。で、なぞってるだけだとあんまり意味がないので、少し力を入れて。だからこれ結構腕がパンパンになるんですよ。で、ずーっとまんべんなくやってると、まあまあ綺麗になってきます。結構時間かかるので、まあわーっとやって、だいたいこんな感じになりましたと。この後もっと時間かけてしっかりと綺麗にします。で、結構カスが出て、手とかボードにこびりつく感じですね。だから僕はエアブラシの風でふわーっと掃除してます。あと音も結構でかいね。はい、一通り磨いてこんな感じです。まあまあ綺麗ですね。綺麗なんだけど、ちょっとね、端っこがね、わかるかな？なんかささくれてるというか、これが嫌な感じなので、もうちょっとヤスリがけします。とりあえず180番。数字が小さいほど粗いです。で、180なので、まあまあ粗め。取れていきますね。オッケー。これでいける。いいでしょう。ジャキーン！これにつけるための溝を掘ります。で、シミュレーションするとなんとなく、はい、こんな感じです。早くもそれっぽくなってきた。かなりいいぞ。で、このちょんちょんっていうのが4つあるでしょ。これで固定されてる感じを出したいなと思うんですよ。だからこれがちょっと重なるぐらい。少しだけね、少し重なるぐらい。こんなもんかな。で、カッター刃をできるだけこのパイプの横のラインと平行に滑らせる。これ難しいね。ちょっとちっちゃめがいいかな。ぎっちりしたいから。はい、こんな感じ。これもね、前回の大釜の時にはやらなかった新しい手法です。いろいろ僕考えました。僕なりにもっとこうした方がええんちゃうかなとか、これで実はいけんちゃうかなとか、いろいろね考えましたよ。ほい。ザン！こんな感じですね。G17 をボードの端材でしっかり伸ばす。で、これをガチャンとくっつけます。隙間を軽くグルーガンで埋める。よし、これでくっついたね。オッケー。どうした？これ忘れてんちゃん。もしかしてまた忘れてんちゃん。ヒートガンで焼いてない。やっちまったかもしれん。ヒートガン忘れがちやわ。いや、いけるやろ。こっからでいけるな。多分いける。大丈夫。まだ巻き返せる。取り返せる。いきましょう。ヒートガン！当てすぎて焦げるのは良くないんだけど、焦げる寸前ぐらいまで当てた方がいいのかなと思ってやってる。これ今片方だけに熱を与えてめちゃくちゃ曲がりましたけど、多分大丈夫。こっちも温めたら同じだけ反り返ります。よし！いいでしょう。ただね、芯を今回ここまでにしたでしょ。だからこっちがこう、ビロビロするね。こんなにするんや。だって半分以上いってるから、もう全然大丈夫と思ってたんだけど、いや、これも経験やね。やっぱきっちりここまで通した方がより頑丈になるんやね。で、まあこれで戦うわけでもないし、来年の展示会に飾るぐらいのもんだから、まあいいか。ざっとね。いいですね。ほう、そういう感じですか。ほんでこれ今更やけど、すっごいどうしようかなって思ってんねんけど、ここ細くなっちゃったね。これはどういうことやろ。削るときにやっぱり削りすぎちゃうんやな。もう刃の方が大きいんだもの。どうしよう。まあいいか、別に。ちょっと削る？そっか。ちょっとこの端っこをヤスリがけ、こうグラインダーでウィーンってやって細くすれば、まあスコンと乗ってくれるか。
なるほど。そっか。だから、ベルトサンダーかける時点で、多分、1ミリか2ミリぐらいは小さくなるなっていうことを頭に入れてやらんとあかんのよね。はあ、勉強なる。なるほどな。経験やな。経験を積んでる。着々と積んでますよ、私、パウチはね。チャンネル登録今すぐポチッとお願いします。ゾンビブレーカーの刃の複製。あ、漏れてる。やばい。やばい。漏れてる。もう型がだいぶ劣化してんな。よし、じゃあシリコンが乾く間に下地を塗りましょう。造形ベースです。どんどん進みたいのよ。今日中、もう今夕方やねんけど、今日中にイチゴ作るとこまで行きたいねん、俺言っちゃうと。なんのこっちゃやろ。イチゴ作んねん。畑の開墾からやってくよ。造形ベースにアクリル絵の具を混ぜると。で垂らして、はい。全部拾います。まあ、二度塗りするので、そんなきっちり塗らなくても全体に伸びる感じでいいと思います。よし、これで乾かしましょう。どうも、編集中のパウチ、ヘンパウです。さあ、ここでね、ちょっと設定について少しお話しさせていただこうと思いますよ。今回のアイテム、そんなガチガチには決めてないですけど、多分、これはニエルブさんが使う武器なんじゃないかなと思ってます。ニエルブさんって、ストマック家の家族に内緒で人間界を行き来して、菅さんと協力関係みたいになってるやん。情報交換できる相手というか、あの人、電手おじさんの弟子みたいなもんやから、翔馬くんのガブと人間界にものすごい興味があると思うんですよ。好奇心旺盛なの。だからハピパレメンバーの仲間と思わせて、情報収集とかするんじゃないかなと思って。で、仲間と思わせるには怪人隊じゃなくて、ライダー隊に変身できるっていうのが有効な手段だと思うんですよ。で、その時の武器なんじゃないかという妄想設定ね。さあ、ここでニエルブさんの名前について考えてみよう。ニエルブというのは、ハンガリー語で下。ベロっていう意味。ベロっていうのは昔から二枚舌っていう言葉があって、すぐ嘘をつく。人によって言うことが全然違うから、舌が2枚あんじゃないのかっていう。あと蛇も端っこで分かれて2枚になってる人、スプリットターンって言ってね、人間もベロ割ってる場合あるけど、まあ、それはちょっとグロいから置いといて。蛇っていうのは、外務にも出てきたけど、エデンの園でアダムとイブをそそのかしたとね、言われてます。まあ、あれ実際の蛇じゃないと思うけど、そういう比喩だと思うけどね。だからもうベロっていう名前なだけで、そういう嘘とか裏切りとかそそのかすとか、そういうワードがポンポンと出てくるでしょ。だから家族に内緒で、まあ、家族を裏切りながら、人間界の仲間、カッコ仮も裏切りながらっていうね。ニエルブさんはそういう世渡りをしていくんじゃないかなと。で、そういうベロのイメージがあるから、剣の刀身は細くしたくなかったんですよね。やっぱある程度の分厚さで、少しベロを連想させられるような、なんかそんなニュアンスも欲しいなと思って。っていうのもあります。あともう一個悩んでんのは、バレンの武器っていう説もあるなと思ってんの。これちょっとどっちにしようかね。本当に悩んでるんだけど、例えばホイッピアのケーキを部分的に茶色、チョコレートにすることで、バレン味は簡単に出せるなと思ったのよ。で、ケーキングごちそうは一回使っても消えないっていう特別なごちそうやったでしょ。そのケーキングごちそうを一時的に借りて、バレンが変身するっていうこともあんのかなと思うけど、特別なごちそうやから、翔馬くんにしか、というか、まあ、ストマック家にしか反応しないんじゃないかなっていうのも思って、そうするとやっぱりニエルブやなっていうのもあるんですよ。ちょっとややこしいね。ごめんね。まだこれ定まってないから、みんなぜひコメントでね、いろいろ妄想設定書いてくれたらなと思うんだけど、で、その誰かが書いてくれたコメント欄の妄想設定を見て、みんなコメントしていっていいねんで、全然。あ、その設定いいですねって。でも僕はここでこう思いますよとか、うわ、すごくいいですね。それだとこういう風になっていきますよねとか、いろいろそこで発展する場合もあるやん。でもみんなシャイボーイ、シャイガールやからさ、あんまり人のコメントをいじらないよね。まあそんなことでニエルブかバレンかなーって思ってます。はい、本編戻ります。さて、こっからは久しぶりの粘土遊びです。赤粉粘土使いましょう。これ100均に売ってますからね。よし。今日中にイチゴまでたどり着くぞ。ということで、イチゴ作ります。イチゴの大きさぐらいの量を取って、こねと丸めていきます。先っちょを尖らせたら、はい、だいたいイチゴの形やね。そしてイチゴ特有のボツボツを作るんだけど、これがなかなか大変な作業で、そこまで尖ってないヘラかなんかで1個ずつつけていくしかないんですよね。もしかしたら剣山とかを使ってザーってやれば早いのかもしれないんだけど、まあ一回これでやってみようと思って経験のためにやってます。あ、いいんじゃない？ちょっとイチゴっぽいんじゃない？おー、すげー、イチゴや。やったぜ。で、これをカッターで半分に切ります。あ、いいんじゃないかな。でもちょっとやっぱ崩れたな。でもまあいいでしょ。イチゴに見えるでしょ。整えるとこんな感じ。どうですか？半分のイチゴいっぱい作りました。なんか幸せな気持ちになりました。さあ、この流れでイチゴ赤くしていきましょう。こうしてイチゴを真剣に作るなんてことはなかなかない機会ですからね。めちゃくちゃ楽しんで塗りました。半分のイチゴが9個あるので、ちょっとバージョン違いみたいな感じで、端っこを白く残してるのもあります。基本的に全部たっぷりめに赤
赤を吹いてます。そしてさっき白く残したところに緑色を少し入れていきます。これでよりイチゴの植物感が出るんじゃないかなと思ってやってみたら、ほら大成功ですね。気持ちよかったなこれは。で最後にツヤ出しでクリアを吹いていきます。これもたっぷりめですね。それでごめんなさい、工程は取れてなかったんだけどレジンも塗りました。これでさっき一生懸命開けた穴は少し塞がっちゃったんだけど、まあツヤツヤになったからケーキに使う甘いイチゴっぽいなと思ってね、大満足です。さあどんどん行きましょう。ゾンビブレーカーの刃をいっぱい複製したので、これを G17 でくっつけていきます。まあこれはもういつもと一緒ですね。こんな感じでつけていって、それを端っこまでずーっと繰り返していくと、そうするとノコギリみたいな感じになりましたね。で造形ベースを2度塗りしてあるんだけど、ここにちょっとやってみようと思ってマルチ密着プライマー吹きました。これは1回吹きです。でその上にもうだいぶなくなりかけなんだけど、メッキ調スプレークロムっていうのを吹いてたら案の定なくなってしまいましたね。まあでもこれギラギラになるから結構おすすめです。残った分はカインズのシルバースプレーでちゃんと全部シルバーにして、はい、これにて前半戦終了。今のところこんな感じです。結構ノコギリっぽくなりましたね。かなり物騒な武器になりました。でケーキのイチゴ、はい、貼り付けました。これグルーガンで貼り付けただけです。別に何にもやってないです。ただ本当にこうやって上に乗ってるだけ。はい。で途中の変パウの解説で言ってたチョコあんっていうのは、まあこの辺をチョコレートにして、ここの白い部分はごちそうの兼ね合いもあるので白いまま残して、この辺だけ茶色にしようかなと。あと茶色にするなら持ち手もねやろうかなという感じです。でニエルブさんのだったらちょっと違うカラーリングなのか、あえて清廉潔白なイメージをつけるために真っ白でいくのかっていうね白が一番黒いみたいな悪い言葉もありますからね。そしてこのブレード部分、今は全然何にも装飾がなくてのっぺりしてる。しかもここの真ん中の芯も見えたまんまなんですけど、これ後編の動画でちゃんと装飾していきます。ここにいろいろね貼り付けたいものもあります。ちょっとやりたいことあってね、これを絶対に貼り付けるんだっていうアイテムがあるんですね。だからもう一ギミックここに足されます。そしてニエルブさんが使う武器になったら、この辺にストマックの模様入んのかな、どうかな、わからへんけど楽しみですね。クリスマス時期ですからね、こういうねショートケーキとホイップなんていうのは夢があって非常にいいですよ。はい、ということで現在ここまで改造途中にトリガーが壊れたなんてこともありません。はい、ちゃんと音鳴ります。はい、ワンネスたち今回も最後まで見てくれてありがとう。次回の動画もチャンネル登録して待っててね。ほなまたね、ワンネスワンネス。君が選べる選択肢は2つだけ。再生リストでガンガン見るか、他の動画を見るか、チャンネル登録して戦え。君が選べる選択肢は2つだけ。再生リストでガンガン見るか、他の動画を見るか、チャンネル登録して戦え。君が選べる選択肢は2つだけ。再生リストでガンガン見るか、他の動画を見るか、